スッキリヨハネの目視録、週末の2300日、その1。皆さんこんにちは。前回は、アジアの7つの教会への書簡が、約2000年にわたる、7つの教会時代の予言であったことをお伝えしました。今回は、次に来たるべき週末の期間が、2300日である、という話です。2300日、割る365日は、約 6.3 年ぐらいですね。この週末の2300日の全体像をよく把握しないで、ヨハネの黙示録を読み進めていくと、必ず迷宮で迷うことになりますので、ここは重要なポイントになります。では、その根拠となる聖書の箇所を見てみましょう。これは、ダニエル書からの引用になります。それから、私は一人の聖者の語っているのを聞いた。また一人の聖者があって、その語っている聖者に向かって言った。ジョークの犯罪と、荒らすことをなす罪と、聖女とその囚軍が渡されて、足の下に踏みつけられることについて、幻に現れたことは、いつまでだろうか、と。彼は言った。2300の夕と朝の間である。そして聖女は清められて、その正しい状態に服する。ここに、2300の夕と朝の間である、と書かれていますね。これが週末の期間です。なぜそう言えるのでしょうか。ここに、そして聖女は清められて、その正しい状態に服する、とあります。聖女とは、神殿の中にある、一番奥の、立方体の形をした聖女のことです。そこで、神殿の歴史を見てみましょう。かつてソロモンが建設した、第一神殿がありました。この神殿は、バビロンの王、ネブカデネザルによって破壊されました。この時、至聖所に置かれていた契約の箱は、行方不明となりました。この時点で、聖女はその正しい状態ではなくなったわけです。エルサレムの町も破壊され、人々は、バビロンに連れて行かれ、捕囚となりました。バビロンに連れて行かれた人々の中には、預言者ダニエルもいました。ダニエルは、このバビロンの時代から、次のメドペルシャの初期の時代の預言者です。バビロン捕囚の後、70年後、メドペルシャのクロス王が立って、クロス王によってバビロンが滅ぼされた後、すぐに、そのクロス王によって、エルサレム再建命令が出され、エルサレムは再建され、神殿も新しく、第二神殿が建設されました。2300の夕と朝について述べられた初めの聖句は、この第二神殿の時代に、神殿領辱が起きたことに言及しています。ジョークの犯罪と、荒らすことをなす罪、と書かれているのは、当時、エルサレムを支配していた、セレウコス朝シリアの王、アンティオコス・エピファネス4世の行った、神殿領辱についてです。アンティオコス・エピファネス4世は、エルサレムの神殿に、ゼウス神の偶像を設置し、日々捧げられていた犯罪を廃止し、汚れた動物とされる、豚を犠牲として捧げたのでした。このことについて、マカバイ記1に書かれている箇所を見てみましょう。ここで王と書かれているのは、アンティオコス・エピファネス4世のことです。さらに、王は使者を立て、エルサレム並びに他のユダの町々に直書を送った。その内容は、他国人の慣習に従い、聖女での焼き尽くす捧げ物、生贄、葡萄酒の捧げ物を中止し、安息日や祝祭日を犯し、聖女と聖なる人々を汚し、異教の祭壇、神域、像を作り、豚や不浄な動物を生贄として捧げ。このように、神殿領辱が行われたのでした。エルサレムでは、ユダ・マカバイが立って戦い、神殿は回復されました。この神殿回復は、ハヌカーの祭りとして、現在も受け継がれています。さて、聖女が清められてその正しい状態に服するためには、至聖所に、現在行方不明の、契約の箱が戻らなくてはなりません。そのことが起こる預言の箇所を見てみましょう。そして、天にある神の聖女が開けて、
聖女の中に契約の箱が見えた。また、稲妻と、もろもろの声と、雷鳴と、地震とが起こり、大粒の氷が降った。これは、終末の時代の最後の、大災害の時の描写ですが、この時、契約の箱が、ここでは、天の死聖女に戻されていることがわかります。聖女は正しい状態に服したわけですね。歴史の中では、終末にこのことが起こるわけです。2300日の予言の後に、天使ガブリエルが命令を受け、ダニエルに語った言葉が、次のように書かれています。私は裏井川の溶岩の間から人の声が出て、呼ばわるのを聞いた。ガブリエルよ、この幻をその人に悟らせよ。すると彼は私の立っているところに来た。彼が来た時、私は恐れて、ひれ伏した。しかし、彼は私に言った。人の子よ、悟りなさい。この幻は終わりの時に関わるものです。つまり、2300日は、終わりの時のことである、と悟れと言われているわけです。それで、終末の期間は、2300日である、ということになります。さて次回は、この2300日の中の、さらに詳しい、日割り日程についてお伝えします。